こんにちは、高弘です。今日のテーマはモノクロと映え写真。僕はモノクロのストリート写真をいつも撮っていますが、自分ではこれは映え写真に属すると思っています。どちらかといえば映え側かなと。映えのど真ん中とは言いませんけど、どっちかと聞かれたら映えですって答えると思います。モノクロだけど映え。一見すると相反するものに聞こえます。映え写真ってもともとはカラフルで派手でパッと見てわかりやすい写真のことを指していました。例えば色鮮やかなフルーツタルトや花畑、一目で綺麗、すごいってわかる写真です。でもこれを色抜きで考えてみると、僕の写真と構造は似ているなと感じます。僕の写真は光と影、パッと目に留まる人物シルエット、幾何学図形の中に人、見る人の視線をつかむ要素をバンバン取り入れた写真になっています。コントラストだけではなくトーン、階調の美しさを見せるということもやります。これも映えの一種です。広い意味で映え写真を定義し直すなら、一瞬で視線をつかむ力と言えるのではないかと思います。この広い定義で考え直すと、現在 SNS で良いとされる写真のほぼ全ては映え写真に含まれると思います。モノクロの映え写真っていうとなんかちょっと嫌だ。そんな風にモノクロを扱ってほしくないという人もいるかもしれません。モノクロっていうのはもっと崇高な存在なんだと。それを映え写真とかいう低俗なものと一緒にするな。そんな感じの嫌悪感です。ここで立場をはっきりしておきたいのは、映えが悪いとは僕は思っていないということです。映えは低俗、モノクロは崇高。そんなのはモノクロ信者のおごりです。ただ一つ言っておきたいのは、モノクロで人の目を引きつける写真を撮るためにはそれ相応の技術が必要だということです。単にカラフルなものを撮っていれば OK とか、そんな単純なものではありません。何も考えずに撮って後からコントラストのスライダーを上げてもモノクロで映える写真にはなりません。モノクロで映える写真にするためには光と影で物事を捉え直す視点が求められます。どこに光が当たっていてどこに影が落ちているか、その境界線がどんな形をしているか、露出を落とした時に何が残るか、そこまで意識して撮る必要があります。モノクロ写真の美しさは普通の人が日常の中で見逃している美で、そういう意味でモノクロ映えは一般的な映えよりは再現するのが難しいことは確かです。ただ広く映えというものを考えた時にはやはり同じ映えの一因になるかなと思っています。映えの定義を広くするともう世の中の良いとされている写真全部が映え写真になっていきそうな感じもあります。その中で映えに属さない写真で、しかもしっかり評価されている写真というのも存在します。そういう写真は一枚単体ではなく、写真集やシリーズとして評価されることが多いです。例えば、アメリカの現代写真を代表するアレックス・ソス。彼の作品を一枚だけ切り取って SNS に流しても、なんかよくわからないで終わる可能性が高いです。でも写真集として数多くの写真を見たときに見る人の思考や感情にじわじわ入り込んでいく力がある作品です。今回の動画では映えというものを広く定義し直しました。そうしたときにフォトグラファーには3つの選択肢があります。映えを積極的に取り入れるのか、映えを理解した上で自分のコンセプトと混ぜていくのか、あるいは映えとは別の軸で勝負するのか、その3つの方向性をまとめてみました。1つ目は映えを取り入れるという方向。映えは低俗という先入観を捨てる。シルエット、コントラスト、幾何学構図など、視線をつかむ型を意識的に覚えて使っていく。SNS との相性もよく反応を得やすいです。2つ目は映えプラスアルファ。映えの一因であることを理解した上で写真を構成するものが映えの要素だけになってしまうのを避ける。
見た目のかっこよさだけではなく、写真のコンセプトも重視して写真を見た人に問いかけを行うといった方向性です。今僕が目指しているのはこの2番目になります。3つ目は映えとは別の軸を見つけるという方向。正直この方向性は一番難しいと思います。SNS との相性が悪いので、写真集や展示など別の発表の場を見つけることになります。映えとは別の軸。記録写真は確かに映えとは別の軸にある存在です。この写真は記録ですって言ってモノクロで撮っている人がいます。でも記録ならなぜ色という情報を落とすのか。なぜ写真なのか。今は動画の方が情報量多いのに。ここにきちんと答えがあるかどうか。それが分かれ目になります。ちょっと厳しい言い方ですが、私は映えとかじゃないんでと言ってるうちはまだ映えの世界を基準にしている証拠です。アンチ映えを叫ぶだけでは結局は映えの地平から逃れることはできません。本当に別の軸でやっている人は映えを捨てたとかあまり言わないんですよね。自分のやりたいことを突き詰めた結果、自然と映えから離れていた。そういうことだと思います。ということで3つ挙げましたが、どの立場が正解というわけではありません。映えを磨くという路線ももちろん一つの完成形です。自分オリジナルな映えを追求してみてください。映えから離れるなら映え写真のことをあれこれ妬まないこと。写真集や展示といった発表の場を見つけてください。シンプルな話ですが、この切り分けができるだけで写真活動の迷いがかなり減るはずです。それではまた。